金価格がイラン戦争開始からたった2ヶ月で 11% も急落したのだ。でもマーケットウォッチによると、今まさに買い材料が積み上がり始めているのだ。金が 11% も下がったんですか？安全資産として買われるはずなのに、戦争中に逆に下がるって、どういう状況なんですか？今日は7本のニュースから5テーマを横断するのだ。最後に紹介するあのレジェンドの事件解決が、実は23年越しの伏線回収なのだ。まず1本目、金価格の話から始めるのだ。戦争が始まると普通は金が買われる。理由は単純で、株や通貨が信頼できなくなった時、金だけが価値を保つ歴史があるからなのだ。ところが今回は逆の動きが起きたのだ。なんで戦争中に金が下がるんですか？投資家が、もう怖くないって思い始めたってことですか？それとも別の理由ですか？マーケットウォッチの分析によると、理由は2つあるのだ。1つ目は、イラン戦争が長期化するにつれて、想定内になってしまったこと。市場はサプライズにしか反応しないから、慣れると金を売り始めるのだ。2つ目が面白くて、原油価格が高止まりしているせいで GDP の伸びが鈍化しそうだという読みが出てきたのだ。GDP が鈍化すると、なんで金が買われるようになるんですか？直感的には繋がらないんですけど。景気が悪くなると、中央銀行は金利を下げる。金利が低いと、お金を銀行に預けておくより金を持つ方がマシになるのだ。これ、金利ゼロ時代の金の公式なのだ。日本人の生活でいうと、円預金の金利が事実上ゼロの今、金価格が反転すれば資産防衛の手段として再注目されるのだ。実際、11% された金を今買えば、1年後に36、41% 上昇という試算も出ているのだ。11% 落ちた今が会場かもしれないって、逆張り投資みたいで面白いですね。でも本当の衝撃は次のニュースですか？2本目はメモリ半導体の話なのだ。CNBC によると、マイクロンとサンディスクの株価がとんでもないことになっているのだ。マイクロンは過去1年で 550%、サンディスクはなんとマンデーだけで 8% 上げて、1年通算では 3000% を超えたのだ。3000% って、元で100万円が3000万円になってるってことじゃないですか。1年で、その数字、桁が間違ってないですか？桁は合ってるのだ。なぜかというと、AI データセンターに必要な HBM、高帯域メモリの需要が爆発しているからなのだ。NVIDIA の AI チップの隣に直接貼り付けるように設計されたメモリで、これが足りないと AI が動かないのだ。しかも世界のメモリ大手3社、マイクロン、サムスン、SK ハイニックスが軒並み HBM 生産にリソースを集中させた結果、普通の DRAM が慢性的に不足しているのだ。これ、料理に例えると分かりやすいのだ。高級フレンチレストランが塩を全部仕入れてしまったようなものなのだ。普通の家庭料理に使う塩まで品薄になって、スーパーから消えてしまった状態なのだ。メモリも同じで、AI のための HBM を作るのに必死で、一般消費者向けの普通のチップが消えてしまったのだ。それって、私たちの身の回りの電子機器にも影響が出てくるってことですよね。具体的にどのくらい家計に響くんですか？ガートナーの予測では、今年 PC の価格が 17% 上がるとされているのだ。SSD はすでに去年12月と比べてに3倍の価格になっているのだ。子供の進学や就職で PC 買い替えを検討している家庭は、正直、今すぐ動いた方がいい状況なのだ。3年、5年の長期契約を AI 企業に先に抑えられてしまうと、一般消費者向けの在庫がさらに薄くなる可能性があるのだ。PC 買い替えを考えてる人は要注意ですね。でも4本目のニュース、日本人にとって意外な国の話だって聞いてましたが。3本目はカナダなのだ。ニューヨークタイムズによると、カーニー首相が政府系ファンド、ソブリンウェルスファンドの設立を宣言したのだ。これ、表向きはカナダの石油資源を運用するためなのだけど、本音は米国経済への依存から脱却するという独立宣言に近いのだ。ノルウェーは石油で1兆5000億ドル規模の政府系ファンドを作り、国民の老後を守っているのだ。カナダ版はまだ小規模だけど、発想は同じで、石油の利益を国に蓄えて、米国に翻弄されない経済基盤を作るという強い意志を示しているのだ。S&P とナスダックはブルームバーグによると連日の最高値更新を続ける中で、カナダは一歩引いて独自路線を歩もうとしているのだ。私、カナダがそこまで米国との距離を意識してるって正直意外でした。隣り合っていて経済的にも密接なのに、自立する
って宣言するのは相当な覚悟ですよね。日本も同じような選択肢を考えるべき時期だと思います。鋭い視点なのだ。実は日本も資源ファンドという議論は昔からあるのだが、なかなか実現していないのだ。カナダの動きが成功すれば、日本でも自前の浮遊ファンド構想が本格化するかもしれないのだ。そして本当に衝撃のニュースは5本目なのだ。23年間謎だった事件の真相が共通に裁判所で暴かれたのだ。ここまでの流れを一言でまとめるのだ。金は 11% 落ちたが反転サインあり、メモリ株は爆上がで PC が高騰、カナダが米国離れを宣言なのだ。そして今から話す5本目が今日の確信なのだ。サウスチャイナモーニングポストが報じたラン DMC のジャムマスター J 射殺事件なのだ。2002年ニューヨークのレコーディングスタジオでジャムマスター J ホンナ・ジェイソン・ミゼルが殺されたヒップホップ界の伝説的な DJ で、ラン DMC はオークディスウェイデロックとヒップホップを融合させた先駆者なのだ。ラン DMC って私が生まれる前のアーティストですけど、名前は聞いたことがあります。その事件がなんと23年越しに解決されたんですか？ J ブライアントという男が今日連邦殺人罪に有罪答弁をしたのだ。彼は銃が使われることを知った上でスタジオへの侵入を手助けしたと認めたのだ。ただし実際に引き金を引いた人物は今も特定されていないのだ。2024年に別の2人が有罪になったが、1人は無罪が確定し、もう1人は控訴中なのだ。複雑に絡み合った謎が23年かけてようやく一部だけ解けたというのが正確なのだ。それってまだ全部解決じゃないんですね。真犯人というか首謀者はまだ分かってないということですか？遺族の気持ちを考えると胸が痛いです。遺族にとっては23年待ち続けた答えがまだ半分しか出ていない状態なのだ。それでも今日の有罪答弁は前進なのだ。司法というのはこうして長い時間をかけて少しずつ真実に近づいていくものなのだ。最後に6本目脳科学の話を紹介するのだ。これが意外と今日のまとめに必要な視点になるのだ。アルゼンチンの2人の専門家が面白い研究を語ったのだ。分子生物学者のバクラック博士曰く、呼吸パターンを変えるだけで痛みが和らぎ苦しみが消えるのだ。そして心臓専門医のロペス・ロセッティ氏は、人間は理性的な生き物ではなく感情的な生き物が後で理由をつけているだけだと言ったのだ。これ今日のニュースを整理するのにも使える視点なのだ。感情が先で理性は後付けって言われると、金価格が戦争中に下がった話もメモリ株が 3000% 上がった話も市場参加者の感情が動かしてる部分が大きいってことですね。最初のフック改めて腑に落ちました。今日覚えてほしい数字は2つだけなのだ。金の 11% とサンリスクの足す 3000% なのだ。この2つが示すのは戦争、AI、市場という3つの力が今まさに交差しているということなのだ。金はいずれ戻る。メモリ株はまだ続く。カナダは米国から距離を置き始めた。そして23年間眠っていた事件は今日少しだけ動いたのだ。世界は動いている。毎日なのだ。今日のニュース、あなたは金が戻ると思うか、メモリ株はもう天井か、どちらだと思いますか？コメントで教えてください。私も気になります。明日はメモリ反応体の次の焦点、SK ハイニックスの決算について解説予定なのだ。チャンネル登録と高評価で待っていてほしいのだ。また明日なのだ。